こんにちは。今日は日本で秋限定で発売されているお菓子を紹介します。コンビニやスーパーで買えるので、よかったら買ってみてください。これはファミリーマートのスフレプリンかぼちゃ、北海道かぼちゃのモンブランプリンです。あんまりかぼちゃのスナックとかチョコとかそういうお菓子は売ってなくて、プリンとか飲み物とかが多かった気がします。まずはファミリーマートのスフレプリンかぼちゃ。かぼちゃを練り込んだ滑らかなプリンの上にかぼちゃスフレを乗せたスフレプリンです。開けるとスポンジケーキが上に乗っていて、下の方に生クリームがあって、その下にかぼちゃプリンがあるって感じです。スポンジのとこしかないんですけど、とりあえず食べたいと思います。美味しいかも。結構かぼちゃの味がしっかりしてて、上だけでもすごい美味しいです。ちょっとじゃあ下も食べたいと思います。この下にカラメルソースがあって、上が結構かぼちゃの味がするので、下はそんなにしないかな。でもかぼちゃの味というよりは、下の方はもうほぼカラメルソースの味の方が強いんですけど、上のスポンジがちゃんとかぼちゃの味がするので、下と合わせるとすごい美味しいです。同じくファミリーマートの北海道かぼちゃのモンブランプリン。ほろ苦い自家製カラメルと濃厚なかぼちゃプリンの上にたっぷりのかぼちゃクリームをトッピングしたスイーツです。これはかぼちゃのモンブランの下にかぼちゃプリンがあるっていう感じの構造になっています。ではこっちも食べていきたいと思います。こっちも下にカラメルソースが入ってるんですけど、こっちはさっきのスフレプリンかぼちゃの方はかぼちゃのお菓子っていう感じで、こっちはかぼちゃって感じがします。上の部分がかぼちゃのペーストを食べてるみたいな。これどっちも美味しいんですけど、かぼちゃのお菓子って考えたら右の方がバランス取れてて美味しいです。でもかぼちゃを食べたいなら左のモンブランの方を食べた方がいいなと思います。でもどっちも美味しいです。次は秋限定のこんにゃくゼリーを紹介します。こんにゃくゼリーはこんにゃく芋という芋から作られた粉でできていて、日本では結構有名です。こんにゃくゼリーはだいたいフルーツの味が多くて、モンブラン味は美味しいかちょっと不安になっています。プルンとこんにゃくゼリー豊水梨。豊水梨果汁を 10% 使用した美味しく手軽なプチサイズのこんにゃくゼリーです。プルンとこんにゃくゼリープレミアムカフェモンブラン。国産栗パウダーを 26% 使用したモンブランの甘みと風味を引き立てた冬のデザートにぴったりのこんにゃくデザートです。ではまず梨の方から開けたいと思います。こういう感じでハサミマークが書いてあるところを切ってで食べるっていう感じです。こういう感じの色です。梨の色って感じですよね。こんな感じです。この梨なんですけど、これ日本にはもう一つ洋梨って呼ばれるラフランスがあるんですけど、フランスではもう作られてないからあんまりみんな食べないみたいな記事を見たんですけど、もし知ってる人がいたら教えてください。じゃあ次はこのモンブラン味。こう並べると全然色が違いますね。ではちょっと食べてみたいと思います。まずは梨から食べます。結構こうやって食べると食べにくいです。思ったより梨の味がちょっと薄いんですけど、香りは梨の香りがすごいします。本来はこういう風に直接食べるんで、そんなに味が薄いって思わないかもしれないんですけど、味は美味しいです。でもちょっと薄いかなっていう感じです。じゃあ次モンブラン味を食べたいと思います。思ったより美味しいです。ゼリーなのにモンブランの味がするっていう。ただゼリーとしてはやっぱり梨の方が美味しく感じます。プリッツおさつ。国産のさつまいもの旨味を引き立たせ、素材本来の優しい甘みを再現したお菓子です。おさつはさつまいものことで、このさつまいものさつまっていうのは鹿児島県あたりのことを指します。
そこがさつまいもの産地なので、さつまいもっていう名前で呼ばれるようになったそうです。プリッツはいろんな種類があって、普通に売られているやつの中でもう1個買ってきてみました。結構これは定番の味で、この緑の方はしょっぱくて、お札味は多分甘いと思います。じゃあこれも開けていきたいと思います。ラクタベポケットっていうのがあって、ここをこう開けるのか、こんな感じでこのプリッツをこうやって刺しながら、例えば勉強中とかに食べることができるみたいです。これは塩味っていうかうまサラダ味、塩味です。これは普通に美味しいです。じゃあ次こっちのお札味開けてみます。こっちもラクタベポケットだけどちょっと絵柄が違いますね。でこれをここにまた刺すという感じです。見た目はあんまりさっきの塩味と変わんないですよね。こっちのさつまいも味は甘すぎないっていう感じなので、すごい食べやすいです。私は結構さつまいも味が好きなので、なんかすごい美味しいって思います。こっちの左は普通に美味しい、いつも食べてますって感じで、こっちはさつまいもだけどしつこくなくて、なんかすごい美味しいです。ガルボまろやかモンブラン、チョコが染み込んだ焼き菓子にモンブランフレーバーのホワイトチョコをコーティングした商品です。次はガルボっていうチョコレートのまろやかモンブラン味です。ガルボって普通はこういう感じなんですけど、溶けにくいんですよね。さすがに夏とかは溶けるかもしれないんですけど、長時間持ち歩くのにも便利だし、私は試験とかそういった時によく持ってたかなって感じがします。じゃあこれ開けていきます。こっちの方がモンブランっぽさっていうか栗の感じがしますね。じゃあ食べたいと思います。すごい、こっちもすごい美味しいです。やっぱりこの栗の味がすっごい甘いとかそういうのだったら嫌だなって感じしたんですけど、断面はこうなってて、中は同じなのかもしれないんですけど、多分こっちのチョコに周りをモンブラン味、甘さが控えめなのですごい食べやすいです。次はグミを紹介します。さっき紹介したこんにゃくゼリーとかグミとか、そういうのは梨味が結構出されています。逆にスナック菓子とかチョコとかはちょっと梨の味は出しづらいので、あんまりそういった商品は見かけないです。これはどっちもピュレグミで、前にいろんなグミを紹介した動画の中でも出てきたと思うんですけど、その時紹介したのが確かこのぶどう味だったんですけど、これは普通のやつです。で今回秋限定なのがこの梨味です。でこっちのピカチュウのグミは可愛いので買ってみました。ピュレグミピカチュウのミックチューフルーツ味、オリジナルフレーバーのミックチューフルーツ味とピカチュウ型のグミが入っています。ピカチュウの話し方でミックスフルーツがミックチューフルーツになっています。これ横向いてるピカチュウですよね。これもこの一番上のピカチュウの形です。じゃあまず茶色の方から食べたいと思います。なんだろう、何味かちょっとわかんないんですけど、パイナップルとブドウとリンゴ、それをミックスさせた味。なんかどっちかっていうと夏っぽい味がします。美味しいです。ピュレグミ実りの和梨味、期間限定の和梨フレーバーのグミで、収穫祭をテーマにしたつながる可愛いデザインのパッケージは5種類あるそうです。形は普通のハートの形、実りの和梨味。さっきのピカチュウと比較すると全然違いますね。じゃあちょっと食べたいと思います。なんか梨っていうか、最初に噛んだ感じはミックスフルーツ味、このピカチュウの方と味一緒かなって思ったんですけど、よく噛むと梨の味がします。この酸っぱいパウダーが先に味として感じるので、梨の甘い感じよりもちょっと酸っぱいフルーツみたいに感じました。
グミとしてはすごい美味しいんですけど、梨かって言われるとよく噛んで最後の方に若干梨っていう感じの味がします。オールおさつ、生地の間にさつまいもを挟み込み薄く焼き上げたお菓子です。次は東ハトのオールおさつです。スタンダードの商品の一つがこのオールレーズン、これです。中は個包装になってて全部で6個入ってます。こっちは袋を開けたらレーズンの匂いがします。こういう感じでさつまいもが入ってます。でレーズンの方はレーズンが入ってるクッキーっていうか、なんかもう見た目はパイ生地って感じなんですけど、結構しっとりしてます。ちょっとじゃあ食べてみたいと思います。クッキーっていうよりはパイですね。でもそのさつまいもの甘みが結構しっかりしてるので、ぼやけた感じにはならないっていうか、美味しいです。ただ人によってはちょっと甘すぎるって思う人もいるかもしれないです。レーズンの方は結構ちゃんとレーズン入ってますね。ただちょっと私はレーズンが苦手なので美味しいって思えるかちょっと不安なんですけど、食べてみたいと思います。なんか思ってたよりこれはそんなにレーズン感を感じないっていうか、レーズンがすごいちゃんと入ってるんですけど美味しいです。私的にはそのお札味よりもレーズンの方が美味しいかもしれないです。こっちはちょっと甘いなって思ったので、こっちはそのレーズンがそんなに甘くなくてバランスが取れてる感じがします。もうちょっと甘さが控えめだったらこっちもすごい美味しいです。次に紹介するのがこの和栗モンブランのチョコパイと蜜芋のチョコパイです。チョコパイ蜜芋ブリュレ、鹿児島県産の安納芋を使用した蜜芋カスタードクリームを蜜芋ケーキでサンドしたお菓子です。チョコパイ和栗モンブラン、滑らかな口どけの和栗クリームをナッツの香り広がるヘーゼルナッツケーキでサンドしたお菓子です。このチョコパイは期間限定なんですけど、通常は大きい箱で売ってます。じゃあちょっと食べてみたいと思います。見た目は一緒です。じゃあちょっと中を切ってみたいと思います。3つ並べてみました。一番手前がさつまいも、これが栗で、こっちが通常のやつです。ではまず栗から食べてみたいと思います。なんか思ったよりも栗の味が薄くて、食べた瞬間はこのプレーンの味に近くてそんなに栗を感じないんですけど、最後の方にちょっと栗の匂いがあるかなって感じです。さつまいもの方食べたいと思います。甘くて結構ちゃんと味がするんですけど、さつまいもの味というよりはやっぱさつまいものブリュレのお菓子の味っていう感じですね。でもどれもチョコパイとしてはすごく美味しいです。次はエリーゼの和栗味です。エリーゼ和栗、軽い歯触りのウエハースで熊本県産の和栗を使用したクリームを挟み込んだお菓子です。このエリーゼっていうお菓子は私はちょっと食べたことがなかったので通常版も買ってみました。これが和栗のパッケージです。通常は多分これです。ウエハースのお菓子なんですかね。じゃあちょっとどっちも中身出したいと思います。これが通常のエリーゼで、こっちが和栗のエリーゼです。こっちの通常のエリーゼから食べたいと思います。あれ？さっきの絵ではチョコだったんですけど、違う。この白のパッケージはホワイトチョコレートで、こっちの赤のパッケージが中身がチョコみたいです。通常版は今日紹介したいメインではないので、こっちの栗味の方を食べてみたいと思います。多分今回紹介した中で一番栗の味が薄い気がします。ウエハースのパリパリっていう食感とかはいいんですけど、栗の味がそんなにしないです。しかもどっちかっていうとこっちの方が美味しいです、正直。だけどこのお菓子って確か結構安くて大容量っていう感じなので、お子さんとかの
ちょっとしたお菓子とかそういうのにはいいかもしれないです。ちょっと甘いもの続きだったので、次はこれを紹介します。おさつスナック。さつまいもの甘みと軽い食感を楽しめるスナックで、生地にふかしたさつまいもと焼き芋を練り込んだ期間限定発売のお菓子です。これは多分通常版っていうものは存在しないので、秋限定のスナック菓子です。これはこんな感じのスナック菓子で、結構軽い感じですね。では食べたいと思います。すごい軽くて美味しいです。さつまいもの味はもうほんのり少ししかしないんですけど、さっきの味が薄いって言ったさつまいもとか栗のお菓子と違って、この軽い食感なので味が薄くても全然美味しいです。クリームの時は味が薄いと物足りなさを感じるんですけど、こういうスナック菓子とかプリッツみたいな感じだと味がほんのりしかなくても美味しく感じます。なんでだろう。しかも結構軽いので食べやすいです。私はこれ結構好きですね。次に紹介するのがこの小枝ご褒美モンブラン味です。小枝ご褒美モンブラン。イタリア産の栗を使用した栗パウダーを練り込み、焼き栗の香りを加えたモンブランをイメージしたチョコレートです。このお菓子は見た目がこうやって枝みたいにボコボコしているので小枝っていう名前です。普通のやつはこんな感じでもっと枝みたいな見た目をしています。で、このボコボコはアーモンドらしいです。こっちが限定品の栗のパッケージで、こっちが普通のチョコ味です。なんかパッケージ的にはいつもの通常版の方が可愛いです。右が期間限定のご褒美モンブランです。なぜか紅茶みたいな味が一瞬したんですけど、間違いかな。もう一回食べてみます。栗の味っていうよりもなぜかアールグレイっぽい味がします。あとあんまりサクサク感はないですね。じゃあちょっと通常版も食べてみたいと思います。こっちの方がサクサク感は強いですね。しかもこれも通常の方が美味しいです。紅茶味のお菓子としてはすごく美味しく感じました。これがカントリーマームバニラ&パンプキンプリン味です。カントリーマームバニラ&パンプキン。定番のバニラとハロウィン限定のパンプキンプリンをあそうとしたハロウィン限定商品です。カントリーマームって知ってますか？柔らかいクッキーみたいなお菓子で、見た目はこんな感じでチョコチップクッキーかナッツが入ってるみたいなパターンがあるんですけど、今回はパンプキンプリン味でちょっとハロウィン仕様の見た目になってます。絵柄は全部でこの6種類みたいでした。この魔女の帽子、これは多分猫の耳とかぼちゃで、これがこの会社のキャラクターペコちゃんって言うんですけど、このペコちゃんの目となんていうんですっけ、こういうので、これが口。この説明によると、例えばこの猫耳2つ合わせて頭の上にやると猫耳になるよっていう感じですね。で、さっきこのパッケージを開けた時になぜかここから開けてって書いてあったんですけど、なんかここに頭を入れて、そうすると顔がここに来るじゃないですか。そうするとこのかぼちゃの頭が上に来るので、これ1個で仮装できるっていうパッケージらしいです。ここにやり方が書いてあって、こんな感じで被るらしいです。それで味なんですけど、こっちがパンプキンプリン味で、こっちがバニラ味です。一応比較のために通常のカントリーマームも買ってみました。さっき言った柔らかいクッキーのバニラっぽい方がこっちで、こっちがココア味です。あれ、バニラっぽいっていうかバニラ味だから、このパンプキンプリンのこっちがバニラだから同じなのかな。なんか見た感じ、このバニラ味はいつものやつと同じっぽいので、ココア味だけ通常版開けたいと思います。通常版のココア味はこんな感じです。ちょっとバニラ味から最初に食べてみたいと思います。多分通常の味と同じなので。
そうですね、普通のやつと同じですね。断面はこんな感じで、サクサクっていうクッキーよりもしっとり的なクッキーなので、サクサク系が好きな人はカントリーマーム自体があんまりちょっと微妙かもしれないんですけど、カントリーマームは結構日本では好きな人が多いイメージです。ココア味も食べてみたいと思います。ココアは断面がこんな感じで、中にナッツが入ってます。じゃあパンプキンプリン味を食べたいと思います。パンプキンの味は結構強いです。かぼちゃの味っていうよりはかぼちゃプリンの味っていう感じなので、ちょっと甘いです。やっぱ一番プレーンが美味しいですね。これも好きなんですけど、個人的な好みなので、かぼちゃ味とかさつまいも味とかが美味しいっていう人も多いかもしれないです。では飲み物の紹介もしたいと思います。今回見つけたのがマウントレーニアのパンプキンラテです。マウントレーニア本格エスプレッソにコクのあるミルクをブレンドしたカフェラテにパンプキン風味と隠し味のカラメルを加えた秋限定のパンプキンラテです。あんまりさつまいもとか栗の飲み物は売ってなくて、かぼちゃはプリンとか飲み物とか多かった気がします。それでは飲んでみたいと思います。かぼちゃの味が全然しないです。かぼちゃっていうかパンプキンプリンの味が。でも飲み物としては美味しいんですけど、多分さっきさつまいもとかかぼちゃとか栗とか味が濃いお菓子を結構食べてたから味がしなくなったのかもしれないんですけど、とりあえずこれは美味しいは美味しいです。ただそんなにかぼちゃ味に期待はしない方がいいかなって思います。今回は秋のお菓子を紹介してみました。最後に梨味のお酒を紹介します。梨のお酒スパークリング、国産の和梨果汁と和梨ピューレを使用したさっぱりとしてみずみずしい香り豊かな梨のお酒です。これもコンビニで買ったんですけど、梨のお酒って書いてあるんですけど、フルリアっていうお酒らしいです。このお酒を飲みながら今回食べたお菓子の中で美味しかったものを3つ紹介します。1つ目はガルボの栗味みたいなやつです。あれは栗の味がするんですけど、全部が栗っていうわけじゃなくて、中はチョコレートの味なので甘さがそんなに強くないので飽きずに食べることができます。2つ目がおさつスナックです。あれもさつまいもの味がするんですけど、そんなに甘くなくて食感が軽いのでサクサク食べれちゃいます。で、3つ目がプリッツのお札味です。あれもそんなに甘くなくてあんまり飽きないで食べられます。今回食べたお菓子は結構全部甘く感じたんですね。なので飽きちゃうかなっていう感じだったので、あんまり味が甘くないものがいいなって思いました。日本は結構季節限定の商品を出すのが多くて、これから冬に向けてキャラメル味とかいちご、ホワイトチョコレートとかのお菓子も結構出てきます。皆さんもよかったら期間限定のお菓子、日本に来た時に買ってみてください。それでは今日の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録といいねもお願いします。バイバイ。